ヒラメ狙っても1日の水揚げは正直あんまり変わりませんので、あまり人気でない人がいないところやってます。ただここだとなんやかんやバランスよく今のシーズン取れるもんがいますので、今日はこの辺やってみようと思います。1番目から爪の上にいいもん見つけました。刺さってなくてよかった。もう今のだけで十分。お、赤毛たらついに寒くなったんで1日ね、もう2つか3つぐらいしかなかったんですけど、いきなりこれがナイスでしたね。1番目そしてついにシャコがやわらです。これは硬いけどもうほぼやわらっすね。いつもね11月入ったらすぐやわらだったんですけど、最近水温が高いんでもう11月、今年なんかもう20日ぐらいですけど、今やっとやわら。いいね。刺されました、こいつに。みっけ、危ない。ここの方が名古屋フグもう一匹見えたと思うんですけど、おったおった。フグもだんだん増えてきていますね。いい方です、両方。あとはカニエビ。3、4、5。これちっちゃいかな。光の後行ったんで泥まみれになりましたが、潮返しだったんでね、いいキャッチでした。味があるな。でもこれもう上から見てもオレンジがわかる。シャコはここでももうやわらです。もうどこの漁場でもやわらでしょうね。東からだんだんやわらになっていくんですよね。西の方はまだ硬いのが残ってるかもしれません。もううげますね、ここから。いいカニですね。他におらんかったんですけどね、もうメスもそろそろ、さっきもいましたけどね、もう硬い。うわ、いい網。これはナイスキャッチ。すごいな。結構嬉しいですね。あんまりね、こんなそもそもあんまりカニがいる漁場じゃないんでナイスでしたね、本当に。赤下ももう冷え込んだんで、急に冷え込んだんで、赤下もね、さっきから見えてますね。まあ自分らは赤ゲタって呼んでますけど、あと基本昔からですけど、カニはやっぱ上り潮の方がいいですね。今もう上り行き始めなんですけど、下りより圧倒的にメス比率が高くなってきましたね。この網なんかメスばっかりなんでから。しかもね、この間脱皮したんですけど、珍しくね、11月中旬に水温高いんで脱皮したと思うんですけど、もう脱皮の回数が11月中旬に脱皮なんかしたことなかったんですよね。それが脱皮の回数が増えたんで、シャーシャーでもね、今年とかでももうこんなんがすごいのがいますね。
その代わり車庫の脱皮の回数がもう近年減ってますからね。車庫水温下がらんと脱皮せんので、秋。昔は車庫はもう3月まで、11月から3月まで脱皮してたんですよ。今はもうやっと今脱皮し始めて、1月にはもう硬くなります。明らかに脱皮の回数減ってますね、車庫。よいしょ。いててて。爪の上に2つ。おー、来たか、やっと。ワイヤメやったら、ほらね。ずーっとヒラメがおるとこやってたんで、朝から。やっと1つ来たって感じですね。他には、1、2、3、4。あ、これは柔らかいな。5。これは小さい。おー、でっかっ。冷え込んでたんで、潜ってたのが出てきて入るようになりましたね。好きな人がね、食べれる、これ食べるの好きな人は喜ぶと思います。やっと出て入り出しました、本当に。水温20度切ったらやっぱ出てくるんですね。やったね。今日2つ目の2年もの。これなんかめちゃくちゃ大きいですけど1年本です。1番号。通常はここまで行きませんけどね、脱皮回数が多いんでこんなんも見えますね。親は嬉しいけど、オンはもうね、みんな欲しいのは今はもうメスですからね。やっぱり渡りガニは関が一番ねメインなんで。入ってる。これ脱皮前です。これから脱皮するやつですね。まだ脱皮する気なんですね。もうこの黒さと硬いはずなのに柔らかいこの感じがもう今日脱皮するでしょう、こいつは。ヒラメではない。こっちでした。今日は洋型の名古屋多いですね。いよいよ出てきたみたいです。でもやっぱり例年より少ないですね、今のところまだ。お、これはオランジ単体いったな。でもこのサイズがほんともう一つがね大きい、本当に。これも新子ですね。もうこんな大きくなって。おお、素晴らしい。また入っちゃった。これは去年の2年もんですね。ナイス。もう何十万匹と見てたら同じ大きさでもね、去年のか今年のか分かるようになりますね。よいしょよいしょ。これは今年の上から見て分かりますね。あ、やっぱやわら塩返しなんで期待したいんですけど、
爪の上にあんなもんが乗って期待できない。それと今日は太陽がオレンジにならないんで夕方パワーも期待できそうないですね。いやでもやっぱり確かに潮返しは潮返しだな。すごいの来た。うわすごい。これはまだちょっとこの時期でね、柔らがいるなんて。こんなにたくさん。でもメスもだいぶ硬いの増えましたね、ほんと。あとメス自体が増えた。ここオスしかいなかったとこなんですけど、うわー、オスの親ダブル。ボーナス網ではありましたね。オスの親2つにメスの親1つ。ラストです。最後晴れてオレンジになったんでヒラメ来てほしい。死ぬ。でもやっぱりさすがオレンジパワーは、夕方パワーは結構すごい。やっぱりなんやかんやシング今日ほとんどおらんかったけどラスト活性化したんでしょう。お、しかもハリーか。これは逃がしておきましょう。よいしょ。ではこれで帰りたいと思います。お疲れ様でした。よいしょ。サンダー持ってきていただけました？あれそう、あんなもんが爪の上に乗りまして、最後から2番目か3番目にキリキリしましょう。はい、大宝からもう沖で酔っております。はい、よかった。しとったのやね。はい、これはヨシエビです。合眼しとったの。はい。今晩鍋ならご飯の撮影はまた明日でお願いしたいんですが、はい。カニ飯いいっすカニね。飯なんかちょっとおようたや作ろうや。うん。カニ飯してみようや。うん。もう撮影しまくりではい取りだめがたくさんありますが、はい。カニが多いから収入上げてうん。と思っていらっしゃると思うんですが、実は違いまして、はい。あんまり大きいってないから収入上げてるんです実はあんまり大きいってません。なので一生懸命編集できるように編集してます。今回も取りだめで12月ぐらいにアップになるとカニラストのやつやりました。とメスと、おお、大きいのがおるな。そうなんよ。でまあ親はもうちょっとおるんじゃけど、うん。頼まれてるやつは別個にしております。はい。でオスですね。はい。温面比率が大体同じぐらいになってきまして、おお、メスがまた出たしそうた。なんメスが出てきたような、おらんかったところに。まあオスその PL でした。ヒラメがね取れんかったんですけど、ちっちゃいやつしか。名古屋フグ出てきまして、本当だ。こんな大きなの初めてやね。よおお。いしょ。ここもでかいよ。うん。ちょっとでも痩せ気味。もっと増えてくれるといいけどね。そうですね。少な気味です。やっぱ高水温でしんどる可能性高いね。うん。9月なら。うん。まあ今日はこんな感じで。はい。はい、お疲れ様お疲れ様でした。皆さん今日もハードワーク。モンゲデーレお疲れ様でした。今日はどれ行きましょうか。もちろん視聴者さんのおすすめの中のこちら行きたいと思います。 IW ハーパー、もう全く調べていません。バーボンウイスキー、とにかくこれがおすすめだと教えてくださったので買いました。もう、うわすごい、なんか昔風、なんか子供の頃こういうのを見たような気が。アルコール度数 43% ですね。アメリカ産グレーンモルト、まあ当然ですね。じゃあアメリカの誇りバーボンは今日もいただいてみたいと思います。甘いグレーンの甘い香りが、バーボン特有の甘い香りがしております。バーボンの香りです。バーボン臭ですね。バーボン香って言った方がいいか。いただきます。美味しい。甘みは今まで飲んだバーボンよりちょっと控えめ。香りはほどほど。ちなみにメーカーズマークのこちらの3300円の方も入れてますんで、ちょっと比べてみたいと思います。
似とるな。あまり違いが分からんな。めちゃくちゃ似てる。ちょっと自分のバカ舌では判断できないぐらい似てます。これなんとなく似てるとかじゃないな、かなり似てるな。では評価の方を見てみたいと思います。今回の IW ハープはナッツの感じはありますね。ちなみに12年です。お値段は7645円。バーボンは数年程度の短期熟成のものが多く、バーボンに長期熟成は意味がないと言われていた時代、世界初の12年熟成プレミアムバーボンとして発売されたらしいですね。スムーズな味わい、確かにそれは本当にそうですね。程よい香りと程よい甘みですね。くどくない、キャラメル感もあんまりないんで、本当にスムーズ。バーボンウイスキーの歴史を語る上で欠かすことのできない銘柄。自分としては本当にキャラメル香みたいなまったりした甘さもなく、アルコールの辛い感じもなく、香りもほどほど、本当に飲みやすいバーボンです。おすすめしてくださってありがとうございました。鳥取県の道の駅ポート赤崎で買った和風わかめスープハマっております。ではカニ飯となっております。ありがとうございます。はい、じゃあスープを。カニ飯、あと松茸ご飯も1年に一度食べておりますが、非常に美味しいですね。松茸ご飯、今日はわかめスープとカニ飯です。このわかめスープほんと絶品なんですよね。ハマる。ゆじママさん特製のカニ飯いただきたいと思います。うまっ。関の部分いただきます。1年に一度しか食べませんので感慨深いです。あと醤油、甘めの醤油味がとてもいい。今回もご視聴ありがとうございました。うまいね、ちょっと。おこげが美味しい。おこげが美味しい、本当に。さすがちょっとの言いますね。おこげが誠に美味しい、本当に。うまい。感動する。いや